こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。3年ほど前から物を減らし始めました。きっかけはクローゼットに物が入りきらなくなったから。ぎゅうぎゅうに詰め込んだのにそれでも入りきらず溢れきってしまった。これは手をつけなきゃなというのが最初の断捨離の一歩でした。たくさんのものに囲まれた暮らし、何でも簡単に手に入る今の日本ではこっちの方が普通なのかもしれません。ですが物を手放すうちに余白の心地よさにどんどん引き込まれていきました。床に物がないって気持ちいい。小さな心地よさの繰り返し。いつしか家も暮らしもどんどん好きになっていって、自分の断捨離スタイルが形になっていきました。今日はそんな我が家の断捨離ルーティンについてご紹介していきます。溜め込む前に、まずはいつやるのかについて。我が家では年に2回断捨離の時期を設けています。具体的には衣替えをする時期です。3から5月の春に1回、9から11月の秋に1回、合計2回です。以前まではそろそろやらないとまずい、そういう切迫感がないと動き出せませんでした。限界まで不要品を溜め込んで、やっと重い腰を上げる。ゴミの山がわんさか出てヘトヘトになってました。こうなってくると断捨離って大変っていうネガティブなイメージばかりがついてしまって、次もまた限界ギリギリまで動き出せない。まさに負のスパイラル。年に2回断捨離の時期を決めてしまう方が私には合っていました。不要品を溜め込む前に物を見直せる。だから毎回ヘトヘトにならずに終えられます。断捨離って大変ではなくて、断捨離って気持ちいいかも。終わり際の感情ってすごく大事。次の断捨離が億劫にならなくなっていって、いい循環に入り込めた感覚があります。実は衣替えの時期というのもなかなかいいんですよね。衣類の見直しと同時に進められるというだけでなくて、気候的にもちょうどいい。暑くもないし寒くもない。家中くまなく見て回るのも負担のない絶好の時期だなと思っています。命名断捨離月間。年に2回案外少ないなって思われるかもしれません。実は1回の期間が結構長いんです。1回の断捨離につき1ヶ月から1ヶ月半、時間をかけて進めています。命名断捨離月間。毎日少しずつ無理なく手放す。これが我が家流です。早く手放したい場合や、気合が有り余っていてどんどんやってしまいたい、そんな場合には一気にやってしまった方がはかどっていいかもしれません。今日はやるぞという日は一気にドカーンと進める日もあります。ですが私の場合、だいたい1日で疲れてしまって続かないことが多い。基本的には少しずつ時間をかけて進めています。時間をかけるメリットはこんな感じでしょうか。
少しずつやるから普段の生活を妨げない。頑張るぞって意志の力に頼らなくても少ない労力で取り掛かれる。時間をかける分手放すという感覚が習慣化しやすい。メリットがあればデメリットもあります。家がすっきりするまで時間がかかる。ゴミを一気に出せない。これを踏まえてご自身の性格や気分によって取り入れていただけるといいのかもしれません。そんなこんなで今の時期だと3月半ばから5月に入るくらいまでゆるりと断捨離月間が続いていきます。小さな手放しルール。毎日少しずつ無理なく手放す。そうご紹介しましたが、この断捨離月間、あるルールを決めたらとても進めやすくなりました。平日と休日、強弱をつけること。平日は予定があったりするので、なかなか時間をかけられないことも多いですよね。そんな平日にやることは、生活動線の中で手放すことです。やることは至ってシンプル。朝起きてから寝るまで、いつもの暮らしにこの質問を一つ加えるだけです。本当にこれ必要？具体的にはこんなイメージです。朝起きてスマホを握りしめる。本当にこれ必要かな？これは必要。本当にこれ必要かな？いや、買ったけどサイズが合わなかったんだよな。捨てよう。ここで大切にしていることは、毎日当たり前に使っているもの、当たり前に置いてあるものに疑問を持つことです。生活動線に合わせて、リビングで過ごす時間も、キッチンで朝食を作るときも、これ必要を当てはめていきます。忙しい日は一つでも手放せたら OK。無理はしないのがお約束です。本当にこれ必要を続けていると、日に日に気になることが出てきます。ここ時間のある時に整理したいなとか、ここ汚いな、じっくり見直したいとか。そこで休日の出番です。平日に目をつけていた場所を時間をかけてじっくり見直していく。じっくりといっても私の場合、時間を決めてしまうことが多いです。例えば朝の30分。時間を決めてしまえば途中で思い出にふけったり、違うことに手を出してしまうことも減るので、効率も良くなります。かといって、開始ってタイマーをかけるのも学生時代の試験のようで緊張してしまうので、私はラジオに頼っています。だいたい30分から1時間程度、好きなラジオをかける。このラジオが聞き終わるまでにやろうって思えば、断捨離の時間がたちまち楽しい時間に変わります。私がよく聞くのはチャポンと移行、北欧暮らしの道具店、インターネットラジオです。なんともない日常に優しく光を当ててくれるような会話、気持ちを和やかにしてくれます。さて、そんな感じで平日に目をつけていた箇所を休日に見直すわけなんですが、私の場合は手をつけたい場所が多すぎて、どこから始めたらいいものか
混乱してしまうことが結構あります。だけどここで闇雲に手を出すと全部が中途半端になりかねない。そんな時におすすめなのがこの方法です。お客さんになりきる。ここは知らない人の家、ここは知らない人の家。お客さんの気分でお邪魔しますって家に入ってみます。そうするといろんなものが見えてくるんですよね。壊れて置きっぱなしになっていた傘、後で見ようと思っていたチラシ、ほこりをかぶった置物。お客さんを案内する動線に沿って不要品を見つけていく。そうすることでどこから始めようか迷わずに進められます。とは言ってもお客さんになりきるなんて難しい、そう思われるかもしれないですよね。そんな時に便利なのが部屋の写真を撮ってみること。これ実際にやってみて驚きました。写真で見る家が実際で見るよりもずっとごちゃごちゃして見える。もし理想のお家があるのだとしたら、そういった写真などをピックアップしておくとよりいいかもしれません。写真を見比べて何が違うのか観察してみる。空間の中にいると気づかないことも写真で見ると客観的に見えることが多いので、なかなか面白いです。ここまでご覧いただきありがとうございます。今回の動画はここまでになりますが、次回も断捨離に関する動画を予定しております。具体的に何を手放すのか、それから私自身が実践している心を軽くする手放し方についてご紹介する予定です。またお時間のある時に遊びに来ていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。